最近見ている好きなアニメ、漫画を一つ思い浮かべてください。それがもし明日終了したらどう思いますか？はい、DK です。今日は終わってしまったアニメを復活させる方法です。実際に終わってしまったけど、再開、復活したアニメの事例をもとに解説していきます。このチャンネルでは、日本に住んでいる方の生活が少しでも良くなる方法をお伝えしています。日本に最近住み始めた、もしくはいつか住みたいという海外の方もぜひチャンネル登録をお願いします。アニメが終わる方法は2つあります。1つは完結。アニメだと、ナルト、遊戯王。漫画レベルだと、鬼滅の刃が完結しました。これらはストーリーが終わった、幸せに暮らしましたというケースですね。もう一つは、打ち切り。話自体は続いているけど、アニメが突然打ち切られてしまう。ターミネートされる場合です。テニスの王子様とか、ヒカルの碁、アイシールド21、ガンダムが挙げられます。これらがなんで終わらせられたかというと、原因は人気がなかったから。もちろん好きな人はいるんですけど、ワンピースとかポケモンみたいにとてつもなく世界中で人気というわけではないから、アニメを作る人がお金がなくて諦めちゃうパターンです。ここで実際打ち切られた、ターミネートされたけど復活した、機動戦士ガンダムを例に見てみましょう。ガンダムって聞いたことありますか？こんな感じなので、日本にいる人、特に東京にいる人とかは見たことあると思うんですけど、このガンダムって今もやってはいるんですが、実は40年前の第1作目は打ち切られたんです。1作目なので、ファーストガンダムとも呼ばれているシリーズですが、テレビ放送当初は人気がなさすぎて、1年間52話放送予定だったのに、10ヶ月43話で終わらせられてしまいました。とにかく人気がなかった。スマホも DVD も配信もない40年前。人気を測る数字はたった一つ。テレビの視聴率。他のロボットアニメと比べると一目瞭然。全く人気がありません。このデータをもとにテレビ局は打ち切りを決定。ところが、ここから思いもがけない展開となります。打ち切り決定を知らされたファンが、ガンダムのおもちゃ売り場に殺到。おもちゃは売り切れ、テレビ局には数えきれない再放送のお願いをする手紙が来たそうです。この人気から打ち切られた直後にもかかわらず、再放送されることになりました。その視聴率は上がり続け、さらには映画化、続編制作が決定され、以来約44年間人気となっています。最近もガンダム新シリーズが始まりました。ここでなぜガンダムが復活したか見ていきましょう。テレビ局はなぜアニメを作るのでしょうか？それはおもちゃ制作会社にスポンサーになってもらい、広告費用を稼ぐため。そのおもちゃ会社はアニメに人気になってもらって、そのおもちゃを売るために広告費用を払います。つまり、視聴率が上がり、おもちゃが売れ、さらには映画のチケットも売れたため、ガンダムは復活しました。ガンダムが終わってしまうという打ち切りのニュースを聞いたファンの買い支えが不可欠でした。ガンダムの商品をファンが買ったこと、これがアニメを復活させた方法です。ここで日本に住んでいるあなたに質問です。日本が明日終わりますと言われたらどう思いますか？日本に住んでいる人なら聞いたことあると思うんですけど、今の日本はいろんな問題を抱えてますよね。少子高齢化、
インフレ、物価上昇、増税、年金。これらの問題はダメって分かっていても、実際、自分が子供100人は作れないし、一つ一つの問題を一人ではどうしようもできません。だけど、数字が悪くなっているということは、このままだと日本が終わるんです。すぐには終わらないんですけど、どんどん税金が高くなって住みにくくなる。お金を持ってる人が最近海外に行ってるのってこういう理由ですよね。でも、今日から皆さんでも日本のためにできることが一つだけあります。それは JCB クレジットカードを使うことです。クレジットだと有名どころがビザ、マスターカードとかになるんですけど、この2つはアメリカの企業なので、皆さんがこのカードを使うだけでだいたい 1% ぐらいのお金がアメリカに行っちゃうんです。みんなで100億円を使ったら、使うだけで1億円がアメリカに行っちゃうんです。だけど、アメリカは今世界一のお金持ちなので、もういいだろうと。ここでお金を払うときに日本製の JCB を使ってもらうと、その分日本にお金が残るので、日本の国家予算や皆さんの生活が良くなります。JCB カードを普段は使わないという人も、光熱費とか月の固定費、携帯代とかでもいいので、JCB に切り替えてもらえると、日本が助かります。亡くなってからじゃないと、人って気づきませんよね。本屋さんが最近なくなっているのは、世界中の人が Amazon を使っているから。皆さんのおかげで、アメリカの Amazon 創業者は世界一のお金持ちになりました。その理由は、もちろん便利で安いから。同じ本なのに Amazon なら送料無料で届けてくれる。本屋さんは買いに行かないといけない。だから本屋さんはなくなったんです。ここで日本製のものだけ使ってほしい。もしくは Amazon を使うな。と言ってるわけではありません。iPhone とか海外にもいい製品もあるし、日本製のものばかり使うと値段が高かったりしますよね。だから支払いの時だけ Amazon で iPhone を買う時でもいいので、支払いだけ JCB にしてみてください。JCB も本屋さんと同じで、みんなが使わなくなったらなくなります。ここで問題になるのは、その時アメリカがいないとクレジットカードが使えない国に日本がなってしまうことです。次に問題になってくるのは、そうするとどうせアメリカのビザ、マスターカードを使うんだからと思われて、アメリカから手数料を上げてもいいなという形で 1% から 2%、つまり1億円が2億円、もしくは 10% になって10億円になるという可能性があります。海外製のものを使っているということは、あなたが1日1万円を稼いだら、そのうちの100円を自分の子供ではなくて、海外の子供に渡していることになります。これが積み重なり、今の日本にはお金がありません。少子高齢化とか増税問題は、一人一人、個人の力ではどうにもなりませんが、小さなところから皆さんで積み上げていけば良くなっていくと私は信じています。私はこの考えのもと、スマホ、パソコン、ヘッドホンはソニー製を使っています。亡くなると聞いたファンの力でガンダムは復活しました。人口が、子供が減っているということは、日本がなくなるということではないでしょうか。そのためにできること、まずは JCB カード。ぜひ今日からご一緒できたら幸いです。アニメと違い、亡くなってからでは遅いです。簡単には復活できません。本屋さんも、日本も、そして大切なあの人、両親も、亡くなる前から大切にしていきましょう。今日の話は先日
アメリカ人のニック、ロシア人のアレックスと少子高齢化や終わってしまったアニメ、サイキックスオの話をしていて感じたことをまとめました。二人が日本に住んでみて分かったことについて YouTube チャンネルがあるので気になる方は概要欄から見てみてください。アレックスの夢は太宰治を超える作家になることだそうです。さて、今日はアニメを再開、復活させる方法から日本を終わらせないためにできることまでを話していきました。これからも日本を少しでも良くするための情報を発信していきますので、来年も日本に住んでいたいという方はチャンネル登録をお願いします。それでは今後ともよろしくお願いいたします。DK でした。